さっきからちょっと何度も言って申し訳ないんですけど、本当にこれ5000円でいいのっていうぐらい、スペック高いですよ、これ。はい、こんにちは、高野です。今回はですね、これ、サウンドピーツとして初めてアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン、サウンドピーツ T2 のご紹介です。サウンドピーツの製品としては、2020年の12月に紹介した、これサウンドピーツの H1 っていうですね、イヤホン。これも完全ワイヤレスイヤホンです。これも持ってます。ただこれはノイズキャンセリングとか外音取り込み機能はありません。でこの H1 はサウンドピーツのイヤホンの中で2020年最高傑作として売り出されたんですけど、この T2 はですね、価格はこっちが今 Amazon で6月25日現在ですけど、この H1 の方は8980円で販売されています。で今回紹介するこの T2、 これは5580円なんですよね。1万円ぐらいで買えるイヤホンとしてこの H1 はかなり音質が良かったんですけど、この T2 もそれに負けないぐらい音が良かったんでちょっとびっくりしてます。でこれが T2 の充電ケースですね。スペックを紹介しておきますと、アクティブノイズキャンセル機能がついてます。そして外部音取り込み機能ですね。あと 12mm のダイナミックドライバーを搭載しています。操作方法はタッチセンサーですね。ボタンじゃないです。ここにタッチセンサーがありますね。タッチして操作をします。ノイズキャンセリングと外音取り込みの切り替えはこれは長押しです。接続遅延と音飛びが大きく改善され、安定性が高い MC シンク技術を採用しています。IPX5 の耐水性能、汗や雨でも安心です。充電端子は、USB-C ですね。背面にくくれる。イヤホン単体で10時間の再生に対応し、このケースと併用することで30時間の再生に対応しています。対応コーデックは SBC と AAC、3つのサイズのイヤーピースが不足しています。シリコンタイプのイヤーピースが3サイズ入っています。こっちの本体についているのが M で、こっちが L、こっちが S ですね。USB-C のケーブルも付属しています。日本語のマニュアルもついてます。これが充電ケースですね。大きさ的には AirPods Pro よりも若干ちっちゃいぐらいですかね。厚みは若干サウンドピーツ T2 の方がありますね。でケースの素材はプラスチックですね。でこれがイヤホン本体。でこれ取り出しにくさとかも全然なくて結構いいです。で装着感ですね。これフォームタイプだとこうギュッと潰してこう入れなくちゃいけないんですけど、これシリコンタイプなのでさっと入れてちゃんと耳の穴にフィットしてくれるので結構いいですね。装着感自体も別に違和感なくて自然ですね。サウンドピーツの H1、イヤーピースは付属してたコンプライのフォームタイプのものを使ってます。これと聞き比べてみたんですけど、冒頭でも言ったようにかなり音質はこう拮抗してる感じですかね。結構音が良くてびっくりしました。H1 の方はイヤーピースがこれフォームタイプなんですよね。これするとかなり低音が強くなります。密閉感が増すので結構その重低音がよりこう前に出てくる感じですね。で一方のこっちの T2 の方は全体的に聞こえ方は低音をもうちょっとこう落ち着かせたような感じだからそれ以外の音質は結構近いんですよね。で、その他の完全ワイヤレスイヤホン、これが AirPods Pro で、こっちがゼンハイザーの CX400BT で、これがジャブラの Elite Active 75T ですね。これを全部1万円を超えてるイヤホンで、AirPods Pro が3万円ぐらいですね。ゼンハイザーの 400BT が、約1万3500円ぐらいで今販売されてます。あとこのジャブラの方は、約1万5000円ぐらいですね。で、やっぱりこう1万円を超えてくるこの完全ワイヤレスイヤホンと比べるとどうしてもこの T2 の方は音質が落ちる感じはしますね。全体的なやっぱりこう高いイヤホンっていうとその音がクリアに聞こえるのはもちろんですけど同じ音源でも音の解像感がすごくどんどん上がってくるんですよね。価格が上がれば上がるほど。でこの T2 に関してはやっぱりこことここの間にちょっと壁がある感じはありますね。
やっぱりこの1万円以上の、完全ワイヤレスイヤホンの方が音質はやっぱりいいのはいいです。ただちょっとやっぱ価格が高くなっちゃうんで、もちろんいい音で聞きたいのもそうでしょうけど、そこまで別にお金出したくないよとか、1万円未満でいいイヤホンないのっていう方がいらっしゃったら、もうこの T2 はかなりおすすめかなと思います。T2 はノーマルモードと、ヒアスルーとノイズキャンセリング。この3つのモードがタッチセンサーを長押しすると切り替わります。ANC 用にすると AirPods Pro ほどじゃないですけど、結構シャーッと音が消えていきますね。結構消えてますね、環境も。はいはい。OK。ちょっと AirPods で聞いてみますね。はいはい。ちょっと待って。でも今男性の声がちょっと聞こえてるんですけど、消音効果っていうんですかねはあんま変わんないですね。ただその男性以外の周りの雑踏の音は AirPods の方がよく消えてます。どうだろう。いや違うかも。結構いい勝負してますね。いやでもこれも結構消えてますよ T2。 なんかですね、でもなんかこうちょっと高い音が残ってますね。なんかなんて言えばいいんだろう。カサカサいう音がなんか耳に残りますね。でも T2 の方結構消音効果高いですよこれ。AirPods とあんまり正直変わらんぐらい。T2 結構すごいですね、ノイズキャンセリング。これ5000円ですよこれ。こんなにノイズキャンセリング消えたのかな。今 AirPods ちょっと待って、 AirPods 結構音聞こえるな、こうやって聞いてたら。ちょっとうるさい。すごい T2。 もちろんその全く消えてるわけじゃないですよ、その AirPods と同じように。ただ AirPods と同じくらい消音効果は高いですね。本当に本当かよ、すげえな T2。 今ノイズキャンセリング鳴ってるよね。今外音取り込みですね。ちゃんと鳴ってるね。すごい。T2 すごいですね。 T2 AirPods Pro と消音効果あんま変わらないぐらいですよ。言い過ぎかな。ごめんなさい、ちょっと価格が違いすぎて本当にちょっと信じられてないですけど。T2 すごいですね。ノーマルモードにしたら全然うるさいです。今ノーマルモードにしましたけど。T2 の方が乾いた音に聞こえるな。ちょっと感覚的になると思いますけど、ちょっと乾いた感じの音になりますね。AirPods の方は全体的にこう音がこう下がってる感じはあるんですけど、この T2 の方はもちろん AirPods ぐらいこう音は消音効果があって下がってるんですけど、なんかところどころこう高音域のところとかがちょっと抜けてるっていう言い方で合ってるのかな。ちょっとそういった高いところの音が聞こえてくる感じはありますね。でも全体的な消音効果は iPods と同じくらいかな。これで5000円だったらでもすごいですよ。ノイズキャンセリングにして無音にしてる状態、作業に集中したい時とか、音楽も何も聞かずに、ノイズキャンセリングだけで使う時あると思うんですけど、この T2 の方はホワイトノイズがちょっとあります。WH-1000X-M2 ですね。これソニーのやつですね。これの、ノイズキャンセリングで無音にしてる時の音に結構近いです。遠くにあるその高速道路で車がこうさーっと走ってる感じがちっちゃい音で聞こえてるんですけど、
この T2 の方も似た感じで、さーっとちっちゃい音でこうさーっと聞こえる感じはあります。無音の状態でこのままこう作業する感じでも特に問題ないかなっていうぐらいのホワイトノイズですね。T2 の方は自分が喋ってる声は結構こもります。違和感はあります、喋ってる声は。でも外から聞こえてる音は結構自然です。ホワイトノイズは若干ありますね。外音取り込みはやっぱこっちが優秀ですね。外音取り込みはもう圧倒的に AirPods Pro の方がすごいです。自分が喋ってる声もすごく自然ですね。外音取り込みモードは、AirPods の方が圧勝ですね。AirPods Pro は外音取り込みが素晴らしいですね。これ1週間ほど使ってますが、さっきからちょっと何度も言って申し訳ないんですけど、本当にこれ5000円でいいのっていうぐらいスペック高いですよ。これ音質もいいし、外音取り込みは AirPods とかにはさすがに負けてますけど、ノイズキャンセリングに関しては結構いいとこまでいってます。いい勝負してます。その聞こえてくる音によっては AirPods より音が消えてるんじゃないかっていう感じることもありますね。かなりこれ気に入りました。最初はこのサンドピーツの開発者の方含め、そのメーカーさん皆さんにちょっと悪いんですけど、5000円のノイズキャンセリングと外音取り込みって絶対使えないだろうなって正直思ったんですけど、いい意味で裏切られましたね。気になった点として3つありまして、1つ目がですね、Mac と接続して僕使うことが多いんですけど、YouTube 動画とか Netflix の動画を見るときは、声とこの音がちょっと遅延して、聞こえることがありました。ただiPhone だとですね、動画視聴時も遅延を感じなかったので、スマートフォンと接続して使う分には問題ないかなと思います。で、2つ目が、マルチポイント。2台同時接続にはこれ未対応です。で、最後の3つ目。Bluetooth で接続機器を切り替えるときには、これ前に接続してた機器を一旦接続解除してから、次に使う機器で、接続をする必要があります。だから Mac で使ってて、iPhone で聞きたいなと思ったときに iPhone の方で接続って、Bluetooth でやっちゃってもなかなか繋がらないんですよね。で、一旦この Mac の方を接続解除してこっちで接続ってするとすんなりこう繋がったりするので、一旦こう接続解除して次の聞きたい方で接続するっていうちょっとした手間はかかるかなって感じですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったら高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんこのサンドピースの T2 買いますか買いませんか、ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。